こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、SEC が NICE と SIBO のスポットビットコイン ETF のオプション取引を承認しています。先日はナスダックのブラックロックのみが承認されてましたけども、今回は他のフィデリティなどが一斉に承認となってますね。で、昨日の米国の ETF のフローは全体でプラス 2.73 億ドルの純流入となっています。これで今週は約 21.2 億ドルの流入となってまして、週間フローでは立ち上げ以来4番目に大きい流入となっています。イーサはビビたる流入ですが、3日連続の流入は8月以来なんで、状況は改善されてきてますね。で、香港ビットコイン差ともにゼロとなっています。ビットコインの価格は現在68,300ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米小売売上高、米住宅着工件数9月などがありました。米小売が予想以上の強さで、ポンド高となってますけども、米住宅着工件数は前月比が大幅に下回る結果となってまして、この発表以降ですね、米金利下落、米ドル安となってます。ただ、米市場開場後はですね、米株各指数も上向きになってまして、ビットコインも上向きになって68,000ドル台突入となってますね。米国債昨日は 4.085 を推移しておりまして、ナスダックが2324、S&P500 が5870、ダウ平均が43,275、金ゴールドが2721ドル、日経平均が38,981円、ドル円が 149.44 円となっています。金が再度 A 定値更新となってますね。個別株の方では、ベンチマークがマイクロストラテジーの目標株価を215ドルから245ドルに引き上げています。理由としては、ビットコインの保有額と事業価値が今後も伸び続けると見込んでの引き上げとされています。でまたベンチマークは最近市場で話題になっているマイクロストラテジーが過大評価されてるんじゃないかという見解に関してもですね、マイクロストラテジーのビットコインから利益を生み出すインテリジェントレバレッジと呼ばれる手法は他の ETF とは差別化を図れるものであると評価してまして、株価もまだ伸びしろがあると主張してますね。で仮想通貨関連株全般が上昇してますけども、中でもマイクロストラテジーはプラス 11.6% と大きく伸びてます。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 1.87%、額としては403億ドル相当と、比率として全体ではショートが 52.7%、バイナスミはショートが 60.1% と下寄りになっています。今後の指標としては10月21日に中国のローンプライムレート10月、米景気先行指数9月、10月22日にハンガリーの中銀政策金利、米リッチモンド連銀製造業指数10月、10月23日にカナダの中銀政策金利、米中古住宅販売件数9月などが控えております。他アナリストらの見解ではですね、米選挙戦で共和党が圧勝すれば仮想通貨市場全体が強気になるだろうとか、金と S&P500 の高騰と円安トレンドからビットコインも上向きになるだろうというですね、シティ、アンリミテッドファンズなどの見解が注目されてますね。で昨日はですね、その指標が一旦落ち着くけども、最後、米住宅着工件数があるんで、それまでは警戒したいという話をしましたけども、結果としては発表後ですね、米ドル安に動いて、金やリスクオン関連全般が上向いて、ビットコインも釣られて上向いた展開となりました。指標も一息ついて、ETF の流入も続いてですね、チャート的にも抵抗と見られてた68,000を超えてるんで、中東情勢などのサプライズがなければですね、週明けまで上への期待が膨らむのかなと思いますけども、週足はちょうど抵抗あたりとなってます。チャートだけ見たら次の抵抗は7万ドルですね。週明けまでに突破できるのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2640ドル、BTC 建ては 0.0387 と。先物の方では OI は全体でプラス 1.65%、額としては131億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.3%、バイナスミはロングが 65.1% と下寄りになっています。ETF には徐々に流入が見られますけども、まだ比較的弱い状況が続いている印象があります。BTC 建ても現状ではですね、そのビットコインのパフォーマンスを超えられそうにないんで、ETF のステーキング要項承認とか、それまでは BTC 建てでの上目線はあんまり期待できないかもしれないですね。ドル建てチャートだけ見たら、週明けまでに2700の抵抗を超えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。ブラックロックがミドルトークンをデリバティブ取引の担保として使用するよう各取引所にコンタクトを取っているという噂が出てます。これどういう形で利用されるかはまだ不明ですけども、バイナンスや OKX、
デリビットなどに掛け合っているという報道が出てますね。一応米ドルペグとされてるんで、シェア争いとしては USDT とか USDC になるんですかね。あとはシンガポールの DBS 銀行が DBS トークンサービスの導入を発表しています。既存の銀行業務をオンチェーン上で処理したり、機関投資からの資産をブロックチェーンで管理するためのサービスとされてますね。あとは欧州の大手証券機関ユーロクリアがブロックチェーン企業のマーケットノードの株式を取得したことも話題になっています。ユーロクリアではアジア方面初の戦略的投資ということで、ブロックチェーン業界の将来性が期待されていると、一部で盛り上がってますね。既存金融関係の進出が目立ちますね。あと他ではコインベースの偽サイトを作って2000万ドル搾取した男に懲役5年の判決が下ってます。偽サイトでユーザーにログインさせて、その情報で公式サイトでアカウントにアクセスして資金を抜き取ってたと。で被害者は数百人とされてまして、資金は高級車や旅行などに使われてたと。通信先共謀罪で有罪となってます。これ2要素認証もクリアしてたみたいなんで、ユーザーがねその場で入力したのがそのまま反映されて出金したみたいな感じなんですかね。2要素認証してれば大丈夫という時代ではなくなってきましたね。あとここからはアルト関連になります。トランプ氏のペンシルバニア州の選挙運動でイーロン・マスク氏が同時を宣伝したことが話題になってますね。先日ですね、そのトランプ氏が立ち上げようとしている政府効率化省デパートメント・オブ・ガバメント・エフィシエンシーの頭文字を取ると同時になるという話を取り上げましたけども、未だにトランプ・イーロンタッグの活動は続いているみたいですね。同時の価格は現在 0.138 ドル、BTC 建てはプラス 1.2%、時価総額は9位ですね。上位の中でも比較的強くなってます。選挙戦が終わるまでどこまでいけるのか注目ですね。あとはエーゲンレイヤーの X アカウントが乗っ取られて偽のエアドロリンクが拡散されてます。資金が抜かれるフィッシングサイトが仕掛けられてたようですね。エーゲンレイヤーはもうシーズン2のエアドロは終了してるんでアクセスしないようにと呼びかけてます。エーゲンのトークン自体はまた盛り返してますね。BTC 建てはプラス 7.4%、時価総額は123位となってます。先日関係者の売却疑惑が騒がれてましたけども、またここから浮上できるのか注目ですね。あとはタピオカ DAO から不正流出が観測されてます。秘密キー漏洩からのトークン売却、USDO 無限ミントから売却され、LP が枯渇したと、440万ドル相当が抜かれたとされてます。でこれも北朝鮮ハッカーによるものとされてますけども、真相はまだ不明と。チームは資金を回収中と声明を出してますけども、トークンはマイナス 97% と暴落してます。時価総額1000位から転落となってますけども、こちらも再起できるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、ビットコインチェーン上での USDT 展開を支援するプラズマが350万ドル調達を発表しています。ビットフェネックスから支援されているのも注目されてますね。こちらの今後の展開にも注目です。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。